皆様こんにちは。今回は12月の私のオタ活の Vlog です。スタバを東京駅で買って、今新幹線に乗りました。で、前半はゼロズ Vlog、後半はカラット Vlog になってるので、見たい方を見てください。名古屋着きました。で、ウィッシュ好きな友達が、メンバーのしおんくんが、ここの、芋けんぴ美味しいって言うから買ったんですけど、NCT のオタクからしたら、あそこの芋けんぴねってなるのに、私はただ、ゼロズなので、芋けんぴ持って現場に行った人になってしまいました。で、もう本当に、海のそばすぎて、ここ、寒すぎて、海、もう後ろにあるんですよ。もう入れます。グッズを買ったら、メテューになって、FC 会員のやつをもらって、交換会、トレカの交換会を開いて、空が綺麗でしたって感じなんですけど、で、リッキー、欲しいリッキーが4種類ぐらいか5種類ぐらいあって、全部交換してもらえて嬉しいって感じで、寒すぎて、ちょっと一回空港のところに避難しまして、友達がご飯買ってきてくれて、でこの中で2つずつシェアしたい。で、ちょっと芋けんぴ食べたくなって芋けんぴを食べました。聞いて。今まで、アイライナーを魔除けだと言って、敬遠してきたけど、数億年ぶりに解禁したのよ。マジで。おめでとうございます。そうしたら、いやだからさ、この間さ、別に支障がないって言ってたじゃん。魔除けしてもしなくても。特に変わんないって言ってたから、したのよ。そしたらさ、今日さ、席がさ、でも、待って、私もアイライナーしてるから、同じブロックってことなんだよ。マジで言ってる？いや、絶対そうだよ。だからもう明日からはしない。じゃあ明日のブロック教えてね。でも注釈なのよ、明日。いや、A の端っこだよ。A かな？もまた一番後ろ。可能性ある。最悪なんだ。絶対明日のあれ教えちゃうよ。でもアイライナー引いてる方がやっぱ可愛いよ。本当？いつも可愛いね、もちろん。でも、目力がはっきりする。本当？なんで引こうかな。単純すぎる。引くことに慣れな。慣れる。あと、別に魔除けじゃないから。魔除けなんだって。今日久々すぎてもう震えてガタガタガタ。何これってなった。心の迷いがさ、ブロックに入れたんだよ。で、リッキーのフラッグと写真撮ったり、オタクがよく撮るやつ、でいいことを書いてやりましたって感じで、もう大急ぎで帰らなきゃいけなかったので、終電で帰ります。駅着いても光ってて、電車乗ってても光ってて、受けました。次は横浜になりました。ベイスターズの通りを抜けて、歩いて、抜けて、マジでギャラリーナ遠すぎるよね。遠すぎるし、会場としてもクソなので、もうみんなが思ったと思う。せーの、横ありでやれよ。ねえ。FC のやつゲットしました。で、リッキー今日もいて。実は、グッズの会場があったんですけど、ギリギリにつけすぎて、グッズ買えなかったし、普通にめっちゃ朝早く売り切れてたらしくて、意味ないじゃんって思って歩きました。で、歩いてコンビニに行ってたら、ジュンさんのトラックを見つけて、ジュンさんのお宅のために一応撮りました。コンビニの帰りにめっちゃ空いてる道を見つけて、みんなこっちから来た方が良くないって思ったんですけど、ちょっと写真撮ったんですけど分かりづらくてごめんなさいって感じで。で終わりました。ライブ自体の感想が、ちょっとあんま記憶ないですね。ちょっとなんせ12月、1ヶ月前のことですいませんって感じなんですけど、リッキーの顔が良かったですね。あとゴヌちゃんはメロかったです。急に東京ドームって思いましたよ。そうです、セブチですね。次の日はセブチに行きました。寒くてスタバに駆け込んだんですけど、ちょっと席がクソすぎてあんま記憶ないんですけど、正面で見れたのだけは良かったですね。で、次の日、お冬べの日ですね。急だよね。このエスカレーター異常に長くなかったですか？もう一生終わりが見えないかと思いましたね。で、お友達からバーノンちゃんを、消費期限のバーノンちゃんいただいてちょっと嬉しいって感じで。
で、5部しか行かなかったんです、その日。で、なんか、パーノンの列から見た席遠くねーって思って。でなんか、なんだっけな、スダンしてもらいました。あ、次の日です。で次の日もお昼べがあって、なんか、昨日夜で気づかなかったけどめっちゃ海じゃーんって思って、またこのくっそ長い、くっそとか言っちゃいけないね。なんか、ありえないぐらい長い、人生ぐらい長かったですね。本当に長かった。で、なんですよって、また行きましたって言って、今日も最高でしたって言って、この日は135部入って、待って、大阪行きます。寒いのであったかいジャスミンティー最高って思いながら行ったんですけど、大阪に着いたらもう冷たかったですね。で、私まだ未だに右の階段慣れなくて、大阪の。で、ホテルに荷物置いて、お腹空いたからラムネだけ買って行きました。なんかラムネお腹空きすぎてすっごい速度で食べて、薬中みたいな速度で食べてましたね。ドーム前千代崎派なので、ドーム前千代崎に着いたんですけど、もうこの時点でね、多分ね、30分開演で28分とかなんですよ。で、もう地上上がったら多分30分で、もう人がいなすぎるっていう感じなんですけど、10分遅れると高をくくって全然余裕で歩きましたね。で、10分遅れました。イエイって感じですね。ほんと良くない。で終わりました。なんかこの日、仮設席だったんですけど、仮設席の1列目だったんですけど、もう、バーノンちゃんがトロッコからも、ステージの端からも見て、ちゃんと構ってくれて、嬉しいって思ったんですけど、もう仮設席ってありえないぐらい揺れるので、柔軟とか震度6強ぐらいありましたね。やばいっす。おはようございます。寒すぎて、落ちた。手なんですけど、京都に行きます。こっから京都ハイライトなんですけど、鴨川、建仁寺、教科書とかで見る空野草がある六原三筋、お腹が空いてちいかわまん食べて、お笑いを見に吉本に行きました。で、景観に馴染んでるツルハドラッグ、あんまり景観に馴染めてなくないっていうファミリーマートですね。で、なんか抹茶飲みたかったんですけど、なんか京都駅で抹茶を飲みました。で、大阪戻って友達と焼肉食べました。一生喋ってたんですけど、なんか話し足りなくて、とりあえず別の場所に移動するために、道頓堀を久しぶりに撮ってみたら、なんか報告がいっぱい出てまして。とりあえずオタクの皆様のために共有しときますね。スクショしてください。全然。どうぞって感じなんですけど。で、カフェでお話ししてたら終電をなくしてしまって、大阪でもチャリを大爆走して帰りました。ほんとループに大感謝。次の日はサウチがあったんですけど、普通に寝坊しそうになって飛ばすかと思いました。耐えました。ギリ。で、サウチは思ったより席が良かったので、前日にカンペ考えてマジで良かったーって思ったのと、今回、本公演の方もまた仮設席、一塁側の仮設席に入って、楽しかったです。超揺れたんですけど。で、こちらはですね、福岡に行こうとしましたら、私、飛行機を逃しまして、絶対間に合わなくて、急いで飛行機取り直して、羽田に向かってる時の、モノレールのエスカレーターです。マジで。やらかしたーって思いましたね。本当は成田行こうと思って、成田エキスプレス乗ろうとしたら、目の前でドアが閉まって、仕方なく羽田に行くことになりましたけど、なんか意外と早く着いたし、なんなら羽田の方が、なんか、結局都合が良かったなっていう、結果オーライ理論で頑張りますね。頑張りますねって何？で、タリー使って、歩いて、で、なんか、朝ごはん食べてなかったので、朝ごはんを食べようと向かってるんですけど、なんか、朝ごはんにして重いメニューみたいなのが多くて、うわ、どうしようって思ってるところですね、これちょうど。結局、いい感じのが見つからなくて、朝から勝つかよーって感じなんですけど、マイセン買いました。飛行機の中で食べて、で、私、福岡もサウチがあったので、だから朝早いから寝坊したんですけど、で、福岡に着いて、もうタクシー爆速で飛び乗って、で、サウチ無事間に合いましたーって感じです。で、更新得点がスンチャルさんでした。違いでしたね。で、オタクは夢を追うものなので、ちょっと年末ジャンボを買いました。12月31日までだったんで、12月30日？違う、28？ なんか、ギリギリまで買いました。で、ホテルでチェックインして、化粧をします。で、ゴーって感じ。全然サウチへすっぴんで行きましたよ、もちろん。
で、なんかホテルにサンタさんがいらっしゃって、なんか思ったよりでかーって思いましたね。で、時間やばすーって思いながら、ペイペイドームに向かいまして、で、時間なくせにハンバーガー食べました。で、帰りに友達に、もらいました。なんだっけ、これ。スタンプラリーのやつ。で、なんか、バスが1時間以上並びますとか言って、無理すぎって思って、1時間もこんな寒空で待てないって思ってチャリで帰りました。で、チャリ帰れたっていいか。だから友達ともつ鍋食べに行きました。やつめっちゃ美味しかった。この日は、アリーナに入ってよかった。ちょっとアリーナの感想別で言いますね。で、次の日カフェでお茶して、ちょっと編集して、で、実はホテルいじってないわ。移動してて、で、新しいホテルね、またチャリあるって思って、大好きって思ってるんですけども、全然、バスで行きますよ。で、歩いて、お腹空いたって言って、マックあるじゃんっていうマックの誘惑に負けないぞという気持ちで歩きました。歩いてバス停に行っています。このホテルの周りね、治安良さげな感じで、めっちゃ良かったのでおすすめです。ちょっと我慢できなくてガルボを買ってしまいました。ね、ラムネとかガルボとか、ご飯食べればいいのにね。ね、松京で買いましたよっていうアピールをしました。夜、終わりました、コンサート。なんか、急に終わるのはやめてほしいよね。なんかこの日もスタンドの用意席だったので、マノンちゃんに構ってもらって、嬉しかったですっていう感じで。で、九州醤油味、九州だからって言って、安直に買いました。ね、友達と、なんか、何屋さんだ？焼き鳥屋さんに行きました。なんか、M1 ちょうどやってて、M1 見ながらやってましたね。で、おつてー。もう、おいしい。で、ご飯終わった後にカフェに行って、カフェで飲み物買ってホテルに帰りました。結構福岡って早く店終わっちゃうので、夜までやってるカフェあってよかったです。ここのホテルのそばのカフェです。初めてさ、マエストロが、公開された時から、まずのパートをやる時は、もうなんか、もうみんな、キャーみたいな、すごい、別に、関西がパーじゃないんだけど、でも、関西上がっちゃうみたいな感じで、さ、旋盤とかも、マエストロ入ったんだけど、マエストロの旋盤とかも、もうなんか、アンコールでもなんか、ワンのパート来て、ってなる。けどなんか、日本語になった瞬間、ダサすぎて、キャーも言いたくないわって、だって、融合とかもあるから、ダッサー思って。変だよとか思ってさ、びっくりした。絶対かっこよくない歌詞が。言ってみなよ。言ってみなよ。誰なの職員みたいな。死ぬんだけど。なんか何でもできるよみたいな感じで。言ってみなよ。なんか寿司職人みたいなさ、感じで言ってきて。笑いすぎて。すごいやだ。今日令和ロマンより笑ってる私。真空ジェシカより笑ってる。ひどいもん。なんか他の人のパートはまだ直で訳してもギリなんか文字数耐えみたいなパートが多いんだけど、あそこやっぱなんかちょっとラップっぽいのもあって変なんだよね、とにかく。待って、マエストロの日本語バージョンあんまり分かってないな。最初は誰だ？シジャケじゃあ始めよう。中任合わせてみたいなやつ。そうそうそう花がエンジョイして。なんだっけここら辺まで全部直訳なんだけど、セブンティのすべてがなんだかみたいなやつだよね。タタタ、いえ。そうこれこそがクラシックミュー。新しいなんだっけ手は任せてリズムともメロディー歌詞ミクサーマジが特技さ。なんだか僕らみたいなのあるじゃない。待って、それにね、これクスだ。待って、待って、バードのバード分からなくなった。なんかね、バードのパート変だったよ。違う、これ、待って、絶対カプセルに戻ってきちゃう。なんとかなんとかの僕ら、みたいなやつ。ちょっと待って。つい食い合わせ山か。世界を変える僕ら。世界を変える僕ら。
あってあってー。ラッパなここも意味わかんないし日本語だとちょっと意味不明なんですよ直訳すぎるな。ラッパーなんでラッパーっていうよくわかんない君はのせい。なんか韓国語で聞いてた時よりもダサいね。日本語になると一気に変換が増すっていうか、うん。僕の世界へ。ひどいよね文字数が合わなすぎてだリズム変えてこうやってテクノと融合何でも作れるから言ってみなよもうなんか全部ダサいんだけど